おきつね広報室というわけで始まりました。この番組は株式会社コセンのリリースしているゲームや最新情報をお届けする番組です。お届けするのは声優の影山りさ、そして新人声優の宮崎珠子です。2月は任天堂スイッチ僕の彼女は人魚姫発売記念スペシャルということで、リオン役の淵上舞さんをゲストに迎えてゲームにちなんだお話などをしていきたいと思います。はい、皆さんこんにちは。僕の彼女は人魚姫で、リオン役を担当させていただいております淵上舞だよ。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。私の名前忘れたの？忘れたんだ。再会した幼なじみは人魚姫になっていた。季節は夏、都会を離れ生まれ故郷の田舎に一人で戻ると幼なじみの少女と再会した。少女の名前はイオン。彼女は人魚になっていた。記憶がない人魚の少女ペタコや人魚の世話をしているという神様に憑依されている子リンと人魚にまつわるある伝説に触れていくことになる。イオン、ペタコ、リンとの不思議な夏休みが今始まります。任天堂スイッチ用アドベンチャーゲーム僕の彼女は人魚姫は2月28日発売です。今回は僕の彼女は人魚姫にちなんだトークをしていきたいと思います。まずはこちらをご覧ください。なんと久しぶりに再会した幼なじみの女の子が人魚になっていた、ということで募集していたトークテーマ、久しぶりに会った友達が変わっていて驚いた話ということでしたが、宮崎さんの声何かありましたか？そうですね。私も友達も変わっていたっていう話なんですけど、高校時代の後輩に部活一緒だった子がいるんですけど、その子と部活やってた当時はそんなに一緒に遊んだりとか、もちろん1対1なんて全然なかったんですけど、一つ同じゲームをやってみているっていうところから共通点が発覚して、そこから喋るようになったらなんかどんどん話があって、一緒にジビエ食べたりとか旅行行ったりとかするぐらい仲良くなってて、なんでジビエお話ししてて、だからそういえば今イノシシとか流行ってるよねっていう話になって、私は自分自身が変わってたんだなって気づいた話なんですけど、もともと若い時にすごい性格悪かったんですよ。私すごい性格悪くて自己中だし、なんだろうな、そういう感じだったんですけど、でもそれに自分自身は気づいていなくて、一番タッチ悪いで、久しぶりに東京から私実家が福岡なんですけど、福岡に帰った時にこう仲良しのグループのいつものお友達とご飯食べに行こうって約束をしてて、で「お待たせ」ってやってきて、お店がまだ決まってなかったんですね。だから何食べに行くのってなった時にマイマイは何食べたいって聞いてくれて、で、私もうお酒を飲める時に福岡にいなかったし、そういう大人のお店全然わかんないから、みんながいつも行くお店、美味しいお店とかをむしろ教えてほしいって言ったのね。そしたら友達がみんな目が点になっちゃって「マイマイどうしたの？そんなみんなの意見を聞こうだなんて」あらー、今日パスタじゃないと嫌だとか、お肉じゃないと嫌だとか、なんかそういうのないの？大丈夫？って逆にもうその時にギョッとしちゃって、私ってそんな感じだったの？そうだったんだね。パスタじゃないと今日私嫌だな、行かないみたいな、そういう子だったよね。本当によくみんなは当時付き合っててくれて感謝だし、私も知らないうちに仕事を始めて、やっぱこう大人になって変わったんだなっていうのに気づきました。そうですね、みんな少しずつ変わっていきますね。そうですね。ではここで視聴者さんからの投稿を読んでいきたいと思います。まずは永谷さんからのツイートです。
影山さん、宮崎さん、そしてゲストの淵上さん、こんばんは。こんばんは。僕が久しぶりに会った友達が変わっていて驚いた話は成人式の時です。2年前の成人式で小中学校の時の友達に会いましたが、会う前は何人かは髪の毛を染めていたりするかなとか思っていましたが、実際会ってみると髪の毛を染めてると驚きました。ここで質問ですが、皆さんは成人式での忘れられない思い出、学校の校則がなくなった時に最初にしたことなどあれば教えてくださいということです。ありがとうございます。何かありますか？でも髪を染めるっていうのは定番じゃないですか。そうですよね。私も一番に髪を染めました。多おー。分今とそんなに変わらないぐらいなんだけど、そんなにねすごい金髪とか奇抜な色にはしてなくても、ずっと黒髪だった自分からしてみたら、こう染めた日の翌朝なんかこう気持ち悪い気持ちになったのを今でも覚えてます。私不良になった。ねえ、でもお二人はどうですか？ピアスとか開いてたりとか？ピアスは怖くて開けられない。ピアスは結構割と最近開けたんですけど、でも校則がなくなった時とか、本当私校則めちゃめちゃ厳しかったんですよ。はい。なんか制服着る時に別のカバンとか持ちたい時あるじゃないですか。うん学生カバンに入らない別の荷物を、当時これなんかビニールのこういうかけるバッグとかが流行っていて、ショップバッグみたいなの他の学校の人たちはみんな持ってたんですけど、私ダメで、何か他の荷物を持ってくる時は風呂敷に包まなきゃいけない。風呂敷？風呂敷ってなんかその方が目立つんじゃないのっていう感じだったので、校則がなくなった時にそういう風呂敷じゃない包みなるほど。を使えることがすごい嬉しかったな。ともちゃんは？私ですか？ゲームセンター行きましたね。ちょっと県の条例とかで千葉県とかって行っちゃいけないんですよ。ゲームセンターに遅くまで。そうなんだ。友達と若干遅い時間にゲームセンター行ってプリクラ撮ったりとかしたなって覚えがありますね。弱、ちょっと過ぎてる不良だなみたいな。いろんな気分してましたね。ちょい悪の気分は味わってましたね。ゆうとごとくさんからのメールです。ありがとうございます。ありがとうございます。久しぶりに会った友達が変わっていて驚いた話なんですが、僕は4年前に久しぶりに友達に会って子供の頃はあんまり喋らなかった友達なんですけど、めちゃくちゃおしゃべりになっていましたっていう話ですね。何があったんだろうね。何があったんだろう。4年間の間に同じ話題があったら盛り上がるようになるなって思います。お友達の話ですけれどもね。なんかちょっと趣味が増えてたりとかするとこう盛り上がるみたいな。実は喋るけど子供の頃はあんまり共通の話題がなかったっていうのもあるかもしれないな。別にただこう内気だとか、暗い雰囲気とかそういうことではなくて、喋る要素がなかったから喋らなかったっていう。なるほどね。じゃあちょっと私の方からもご紹介させてください。あずさんからいただきました。ありがとうございます。影山さん、宮崎さん、ゲストのまいさん、こんにちは。こんにちは。学生の頃、医学部の後輩の女の子がいました。勉強一筋を体現したかのように、身だしなみにはあまりこだわりがなかったようで、少し垢抜けない感じの子でした。私は後輩と違う学部にいたので、進級の際にキャンパスが分かれ離れ離れに。1年後も会う機会があったのですが、お化粧をするようになり、服装も大人っぽいものを選ぶようになっていた後輩は、芋臭さがすっかり抜けた女子大生に変身していました。女の子がおしゃれをしようと思い立った時の力はすごいなと思いましたといただきました。本当にすぐパッて変わりますよね。ありますね。もうなんかそういう縛りがなくなった時とか、あと女の子は恋をしたりとか、彼氏ができたりとか、そうなるとね、なんだろう、彼氏に合わせる子とかもいたりするじゃない。すごいスポーティーだったのにすごいガーリーになってたり、逆もしかりだけど、なんか見てて面白いなって。そうですね。白目高さんからのメールです。りさちゃん、たむちゃん、内上さん、こんばんは。僕は友達が桜の花になっていて驚きました。5年ほど前、野外コンサートの会場で小学校、中学校とクラスメートだった友達と久しぶりに会いました。おー、ゆうちゃん久しぶりと声をかけると、ちょっとその名前で呼ばないでとハンドルネームで呼ぶように返されました。ゆうちゃんのハンドルネームは桜花さん。桜の花と書いて桜花です。
ね。一緒に花屋のバイトをしたこともあった当時、花は好きじゃないと言っていたのですが、ただのツンデレだったのかもしれません。あまり可憐なイメージではなかった友人が桜の花になっていて驚きました。ただ僕も今メダカになっているので人のことは言えませんね。ということでね。なるほど、ハンドルネーム。最初何のことかと思いました。そういうことだったんですね。今はね、ほら SNS もすごいみんな使ってるような、そうですね。いろんな名前をみんな持ってるんでしょうね。おすきさんからいただきました。ありがとうございます。影山さん、宮崎さん、内上さん、こんばんは。こんばんは。昔、敵味方として競い合うライバルなポジションの方がいて、その時は接点もなく話すこともなかったのですが、その関係が終わってからばったり会った時、驚くほど互いに気があって、人の出会いは出会い方や立場、タイミング次第で大きく変わり、また見えてる部分はほんの一側面で少しもったいないなという気がしたのは、私の久しぶりに会った友達が変わっていて驚いた話です。やっぱね、そういう人が変わって、こう時が経って仲良くなるパターンって意外とあるんですね。ね、さっきたまちゃんもね。はい。そうそう、でも他の方もなんかね、誰かいた気がするけれども。あ、そうだ、優雅ごとくさんからですね。でもいいですね。いいですね。時が経って疎遠になるよりも、そこでまた新しい絆が生まれる。そうですね。さて、今日もそろそろお時間ということですが、口上さんには引き続き次回もお付き合いいただきます。よろしくお願いします。どうでしたか、今日は。すごいあっという間ですね。あっという間なんですよ。ね、でも皆さんからたくさんなんかこう心温まるエピソードをいただいて、なんかほっこりしました。ありがとうございます。では、最後に告知をさせてください。はい。任天堂スイッチ僕の彼女は人魚姫が現在予約受付中です。お店によってはオリジナル特典がある場合もありますので、チェックしてみてください。ヨドバシカメラさん、ビッグカメラさん、ソフマップさん、双葉図書さん、ワンダーグーさん、楽天ブックスさん、アマゾンさん、アミアミさん、アニメートさん。可愛らしい世界観のゲームとかもありますので、ぜひプレイして皆さん癒されてください。お願いします。はい、私もリン役で出演しております。ぜひぜひ皆さん予約お願いします。私が出演している任天堂スイッチ用格闘ゲームファイトオブゴッツは任天堂 e ショップで好評発売中です。新作のカンフーアクションパズルゲームモンキーウォールも同じく任天堂 e ショップで好評発売中なので、そちらもよろしくお願いします。この先のゲストですが、3月は引き続き僕の彼女は人魚姫スペシャル